あ、いやいやだ。こいつらみんなバカだね。やったー。ようこそ我が研究所へ。わしはポケモン博士のトリカブト。このチャンネルは世界中を冒険しながら実在するポケモンそっくりな生き物を探していくチャンネルだ。そうして世界に一つだけのリアルポケモン図鑑を完成させることが私の夢なのだ。さて今回も実地調査はこいつに手伝ってもらおう。ガンスケです。今日もいろんな生き物ゲットするぞー。よし、気合十分だな。今回はどうするんですか博士。今までは鳥や虫を追ってきたが、今回は思考を大きく変えて海の生き物を狙うぞ。海？知っての通りポケモンは肉だけでなく海や川にもたくさん生息しておる。そしてこの世界にも海の中には多くの生き物がいることを知っているぞ。その中で今回ガンスケに探してもらうポケモンはマーイカとカラマネロだ。進化前と進化先という関係性の2匹だな。どちらもとある海の生き物、イカによく似ているのだ。それではミッションだ。マーイカとカラマネロ、どちらもイカに似たポケモンだが、それぞれ特に似たイカの種類がいるらしい。ガンスケ、イカたちをゲットし、彼らにイカに似ているか調査せよ。はい、皆さんこんばんは。なんで駐車場って思われたかもしれませんが、実はここビーチなんです。しかも現在の時刻夜中の11時です。真夜中の海になんでこんなに人がいるのかってすでにお気づきの人もいるかもしれませんが、この時期一部の地域でのみ取ることができるあのイカを狙いに日本中から人が集まります。で、今回のミッション真っ暗な海で行うので、成功率アップと安全のため私の友人たちを召喚しました。みんなでなんとか1匹ゲットしたいと思います。ちょっと待て。そもそもなぜ海中にいるイカを砂浜から取るなどという方法を取るのだ。おっと、その説明がまだでした。ではここで今回のターゲットを発表します。今回のターゲットはホタルイカです。日本人にはおなじみの食材ですが、主に富山県を中心に一部の時期エリアで生きたホタルイカを取ることができるんです。それはなぜかというと、そもそもホタルイカは普段水深200から600メートルの深海に生息してるんですけど、春になると産卵のために沿岸近くに移動するんです。で、その中で弱ったり方向感覚を失ったメスの個体が浜辺に寄ったり打ち上がったりするので、そこを狙うというわけです。というわけで私もこんな格好で挑みます。じゃあ行ってきまーす。しゃー。あ、意外と冷たくない。これ意外と冷たくねえぞ。やれるぞこれ。水が澄んでるから見やすいな。何かしら黒っぽいもの探せ。皆さん、なんとおかみさんとご友人のご厚意で超一級スポットに連れて行っていただけることになりました。やっば。何これ。皆さん、ここ某夢の国じゃないですよ。真夜中のただの砂浜に何百人いんのこれ。ああ、こいつらみんなバカだね。やっぱり人間の食欲っていうか食の探求心って底知れないものがありますね。さて、こちらもえぐいことになってますが、我々が連れてきてもらったのはこの図のように砂浜から張り出した堤防です。ご覧のように堤防の両脇からカモを出してホタルイカを狙います。で、これ海が青っぽく光ってますけど、ホタルイカを見つけやすいように青いライトを海中に沈めてるんです。
さすがプロって感じですよね。いたいた。タモ。うわっ。いや入った？どうだ、ナイス。お待たせしました。こちらがホタルイカです。透明でめっちゃ綺麗で、電気を消すと本当にホタルみたいに光るんです。先が光ってる。そうですね。もうなんと美しいんだ。ホタルイカとはよく言ったものだな。いやー、本当に綺麗ですよね。まさに富山湾の神秘。では泳ぐ姿を見てみましょう。このエンペラと言われるヒレを動かして泳ぐんですね。墨吐いた。小さくてもしっかりイカですね。ではそろそろホタルイカ、水、エスパータイプ、小さな体で発光する姿はマアイカそのもの。催眠術こそ使えないが、春の富山湾では大量の人間を誘惑し食わせる。小柄なイカ同士、本当にそっくりだな。まずはこの大きな目だ。ホタルイカは普段は深海にいるが、光の少ない海で目が大きくなるというのはまさに深海魚の特徴だな。マアイカは深海性ではないが、クリクリした目が実にキュートだ。そして何といっても発光だな。なぜ発光するか完全には解明されていないが、敵の目をくらましたり自分の身を隠したり、仲間とのコミュニケーションの種とも言われている。一方マアイカも発光することで知られ、ホタルイカ同様身を守ったり仲間との交信に使われたりするぞ。ちょっと待て、さっきもこのくだりやったばかりだぞ。なぜいきなり船釣りが始まっているのだ。これがいきなりではないんですよ。近場の堤防でやってみたり、冬の夜道を歩いて真っ暗な磯を攻めてみたり、いろいろやってみたんですが全く釣れず、最後の切り札で船に来たわけです。ただ今回使う道具を紹介します。まずは重りが50号、それからすってと言われる小魚みたいなデザインの疑似餌で、上向きの針がたくさんついてるもの。今回は複数の形が合計3つついてます。では釣り方も紹介します。イカの当たりがないのになぜ合わせを入れるのだ。それが今回のイカは小さくて当たりを感知するのが難しいらしいんですよ。初心者にとってはほぼ運ゲーみたいです。なるほど、下手くそなお前にある種ぴったりの釣りだな。おいじじいてめえ。あれ来てるわこれ。ちょっと重い気がする。来い来い来い。もう極寒の中やりたくないよ。
た来た来た。おお、やったー。ありがとうございます。やったー。いや、皆さんついに釣れたよ。皆さん、これが2匹目のターゲット、スルメイカです。日本で最もポピュラーなイカの一種かと思いますけど、こうやって釣ることができるんですよ。ちなみにこのサイズはまだ子供で、関東では麦イカなんて呼ばれたりもします。で、この2匹色が全然違いますが、別に色違いとかではないです。水から出すと、白かった体色がみるみる赤色に変わっていきましたね。イカの皮膚には色素胞という細胞が大量にあって、今回みたいに興奮や威嚇で体色を赤く変えることができるんです。やっちゃった。ちょうど GoPro のバッテリー交換中にケンサキイカも釣っちゃった。もともとこのイカの釣り船に今回乗ったんだけど、釣れねえなーって思ってたらここで来ちゃったわ。ただ実はこいつも同じくターゲットだったからめっちゃ嬉しいっす。よし、そしたらまずはこっちから図鑑登録します。理由は後ほど。ケンサキイカ、アク、エスパータイプ、細長い体や獲物を活発に狙う獰猛さはカラマネロそっくり。甘い身の誘惑は強力で、お財布をひっくり返させる高級魚。でかしたぞガンスケ、2匹目のイカもゲットだな。細長い体にゲソの長さまでよく似ている。ちなみにイカのエンペラに当たる部分がカラマネロの足になっているが、体を浮かすときは足を閉じるのだ。こいつなんで股間守っとるん？フリーキックの夢でも見てるのだろう。試しにこの画像をひっくり返すと完全一致だな。それからカラマネロの体には楕円状に光る部分がいくつかあるが、イカにも同じような部分がたくさんあるのだ。これは二次色素胞といい、先ほどの色素胞と合わせてイカの体色変化に役立っているぞ。はい、お待たせしました。間髪入れずスルメイカも図鑑登録します。スルメイカ、アク、エスパータイプ、ケンサキイカ以上に細長い体、そして同族すらむさぼり食う凶悪性を併せ持つメガカラマネロによく似た冷徹な海原の支配者。なぜこいつを後回しにしたか、それは最後にメガ進化を持ってくるためだ。カラマネロはメガ進化すると胴の部分が非常に細くなるのだな。スルメイカもケンサキイカに比べより細長い印象を受けないか。またメガカーマネロは二次色素胞したからさらに胴が伸びた結果、エンペラがより先端に近くなっている。この特徴もまたスルメイカの方が近いとわしは考えている。最後にカラマネロの一族は全てくちばしがついているが、イカのゲソの中を覗くと同じようにくちばしがついているのがわかるぞ。餌となる甲殻類の硬い甲羅を砕くためこのような特徴を持つと言われておる。ガンスケ、今回は難しい調査だったがよくぞ全ターゲットを揃えたな。わしはなかなかに感動したぞ。いえいえ、実は結構美味しい思いもしてまして。美味しい思い、何のことだ。おい貴様。いやー、これぞ釣り人の特権ですよね。よし、次はわしが調査に出る。お、その意気ですよ博士。何はともあれガンスケ、今回のミッション無事クリアだ。また次回も頼むぞ。お任せください。ここまで見てくれた諸君、我々はこれからもたくさんのリアルポケモンを見つけていくぞ。これからの調査のためにもチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回。みんなも生き物ゲットだぞ。